皆さんこんにちは。今回の旅は滋賀県大津。世界中から注目されるあの京都のすぐそばにある町です。驚かれるかもしれませんが、京都駅から電車で10分かかりません。なのに熱気は和らぎ、静かに過ごせる超穴場。もちろんただ静かなだけではありません。見どころしっかりあります。なんならありすぎるくらい。決して派手ではないけれど、じわじわ染みてくる大津の街。のんびり歩いて巡ります。JR 大津駅に到着しました。さあ、大津を満喫しましょう。駅前はこんな感じ。ビルに囲まれていて、駅舎もスタイリッシュ。本当に私好みの街並み、この先にあるんでしょうか。一箇所だけ景色がスーッと抜けてます。道路の先にあるのは琵琶湖。言わずと知れた日本最大の湖です。では早速、スタイリッシュな駅舎の中にある観光案内所へ向かいます。パンフレットがずらりです。この量から本気度が伝わってきます。そしてこちら、これでもかという成瀬コーナー。今は亡き西武大津にまつわる小説が話題になっているそうです。その主役が成瀬。それにしても百貨店に厳しい時代になりましたよね。よそ行きで出かけたのが懐かしいです。西武大津があった場所、道中見かけると思うので、今どうなってるのかチェックしましょう。それにしてもパンフレット見てたら行きたいところがわんさか。大津、想像以上に見どころ満載です。観光案内所で地図をゲットして、まず向かうのは駅のすぐそばにある路地裏です。駅前の大きな通りからほんの少し横に入ると、急に空気が変わります。ニューディープ大津、かわいい看板が現れました。ここは大人の隠れ家として売り出しているエリアだそうです。なるほど、確かに隠れてます。秘密の通りに迷い込んだような。路地好きにはたまりません。昼間なので人通りはほとんどありませんが、夜になったらもっといい雰囲気出るんじゃないでしょうか。早速大津の味わい深い一面見せてもらいました。そして駅前にはもう一つ味わい深いスポットがあるので向かいます。それにしても山が近い。横にも前にも山。そしてあの琵琶湖もすぐそこ。癒しオーラがガンガン流れてます。駅からすぐ大津駅前商店街にやってきました。近代的な駅の雰囲気から一転、趣を感じます。江戸時代、東海道の宿場町として栄えた大津。そんな歴史の面影も残しながら、今時のお店の新しい空気も流れていました。新旧の混ざり具合がなかなか面白い。バーや居酒屋もあったので、夜の顔も気になります。続いては、この辺りが東海道の要所だったと実感できる激渋エリアがあるので向かいます。東海道の要所へ向かう前に、街中にあるとは思えない静かな場所に立ち寄っていきます。天孫神社。賑やかな通りから一歩中に入ると、空気がすっと落ち着きます。
こじんまりしてるんですが、境内は手入れが行き届いていて、地元の方の大切な場所なのが伝わってきます。しっかりパワーをいただきました。そしてすぐそばに寄っておきたい場所がもう一箇所なんですが、なんと臨時休業。 Google マップで写真を見て一目惚れ、お邪魔するのをとっても楽しみにしていました。本日ピンポイントでお休みです。マジか。お約束なんで一応やっときますね。せーの、図工。でも可愛い外観、この目で見られてよかったです。入りたかった。ではいよいよ東海道の要所へ突入です。この大通りから曲がると、そこは江戸かと思いきや、そうでもなかった。もうちょっと進んだ先から江戸が始まりました。江戸時代の大津は東海道の宿場町として栄えました。単に旅人が集う場所ではなくて、琵琶湖を行き交う船が集まる物流の拠点でもありました。たくさんの町がぎゅっと集まって大津百町と呼ばれるほどにぎわっていたそうです。実際江戸時代中期にはぴったり100の町があって、湖と山に挟まれたこのコンパクトなエリアに約1万5,000人の人々が暮らしていたそうです。100の町があったから大津百町、名前からしてもう栄えてます。さすがに江戸っぽくない建物もあるんですが、通りには昔の気配がしっかり残っていて、作られた観光地じゃない暮らしの中に残る江戸を感じました。大きな見どころがドーンとあるというより、小さな発見がポツポツ現れる感じ。細い路地をふらっと入ったりして、もうこれが楽しいんです。そんな街歩きをしてたら、可愛いイラストを発見。吸い寄せられました。どれも美味しそうすぎます。全部くださいと言いたい気持ちをぐっとこらえて2つにしておきました。ところでお店の傍らにとても厳かな箱があって、気になったので伺いました。ほかいだそうです。聞き慣れない単語ですよね。一体何に使うものかわかりますか？答えは、おめでたい行事の時に商品を入れて運ぶための箱なんだそうです。なんと向かって左が明治時代、右が江戸時代のもの。そう、こちらは江戸時代から続く老舗でした。他にも当時のお話をいろいろ伺えて、がぜんこの後の街歩きが楽しみになってきました。ここでおまんじゅうをパクパクっと食べたいところなんですが、この後お昼ご飯なので我慢。いざという時用にとっておきます。江戸を抜けて大通りに進むと、なんとも趣のある商店街が見えてきました。が、まずは腹ごしらえ。お腹が空いたまま商店街に突入すると判断力が鈍って食べ歩きしまくる可能性があるので、まずはおとなしくお昼ご飯をいただきましょう。店構えを見た瞬間、ここに決めました。店内もサラリーマンや地元の方でにぎわっていて、私の判断に間違いはなさそうです。自家製麺ということで、お蕎麦も気になるし、おうどんも捨てがたい。悩んだ末、両方をいただける合い盛りにしました。まずはおでんを。大根はもはや液体の柔らかさ。厚揚げの分厚さもものともせず、お出汁がしみしみです。筋肉もとろとろ。これはたまらない美味しさ。そして合い盛りは驚くべき量。そしてお値段。これで麺もお出汁もしっかり美味しいんです。そりゃ人気出ます。後で知ったんですが、こちらのお店、昼間の2時間しか空いてないそうです。定休日だの臨時休業だのに翻弄される私にとって、かなりラッキーな出来事でした。さっきの天孫神社のご利益でしょうか。ではお腹いっぱいになったところで、なんならなりすぎたところで、お楽しみの商店街に向かいます。
楽しみにしているおやつがあるんです。ところで、今日はビール飲まないな、節制してるのかと思った皆さん、飲んでございます。残念ながらメニューにありませんでした。この無念さ、晩ご飯にぶつけます。しっかりエネルギーチャージしたところで、いよいよお楽しみの商店街巡りです。中町商店街は丸屋町商店街、菱屋町商店街、長良商店街、3つの商店街が連なったアーケード商店街です。もちろんコンプリートします。明治以降、大津百条に並んでいたお店が少しずつ商店街の形になっていったそうです。その面影を探しながら歩きます。ちらほらシャッターが降りていて少し寂しさもあるんですが、見るからに老舗という立派なお店も残っていて、この街がいかに歴史深いのかを実感できます。そして楽しみにしていたのがこちら。商店街の間を突っ切る京阪電車、しかも路面。これが見たかったんです。大満足です。ところでさっきちらっと言った楽しみにしているおやつ、この商店街の中にあったんですが、お休みでした。かりんとうまんじゅうが評判で食べる気満々だったんですけど、もうほんとついてない。はい、本日2回目のズコ。7月の復活、心からお待ちしています。ということで、甘いもの欲が収まらず、路地の奥に見つけたカフェにお邪魔しました。ちょっと奥まったところにあって、見つけた自分を褒めてあげたい。静かで素敵な空間です。お店の方に伺ったんですが、月に1週間程度、しかもランダムな営業らしくて、さっきついてないって言ったのを撤回します。私、ついてます。手作りの美味しいチーズケーキで甘いものよく無事満たされました。よく歩いたし、よく食べたし、ここで一旦ホテルにチェックインします。その後まだまだ大津巡りは続きます。今日の宿は琵琶湖大津プリンスホテル。駅前から送迎バスで10分ほど。車移動じゃない私にはとてもありがたいです。1989年に開業。館内は昭和時代の上品な面影が漂っていて、落ち着いた雰囲気が素敵です。そしてお部屋はこんな感じ。広くてシンプルで快適です。平日、レイトチェックイン、直前の予約。
この辺りが功を奏してとてもリーズナブルでした。そして何といっても気になるのはビュー。さあどうでしょう。琵琶湖ビュー。全室レイクビューなので心配はありませんでした。天気はあいにくですが空が広くて気持ちいい。どこにも出かけずこの景色をただ眺めるだけ、何もしない旅が実は一番贅沢なんじゃないかと思ったりします。がそうはいきません。せっかくだから琵琶湖にも近づきたいし、さっきの路面を走る京阪電車も気になるし、さらに街歩きを楽しみます。ホテルの前でシェアサイクルを借りて、ここからは自転車に乗って散策です。湖というよりもはや海。でも海みたいに防波堤もテトラポッドもないので水面が近くて気持ちいいです。風と波の音、鳥のさえずりに癒されます。お散歩やランニング、釣り、立ち話、思い思いの平和な時間が流れています。ではここで舘ひろし号とはお別れ。また歩いて内陸に向かいます。この大きな建物は浜大津アーカス、ボーリング場とテナントが入る商業施設です。なんかちょっと元気ないみたいなんですが、それはさておき、ここは昔京阪レイクセンターという、それはもう大にぎわいのレジャー施設だったそうです。プール、スケートリンク、バッティングセンター、ボーリング、昭和41年オープンとは思えない充実ぶり。気になります。遊びに行ったことあるよという方、ぜひ当時の思い出を聞かせてください。さてこの後の本命はこちら。さっき商店街で見かけた路面を走る京阪電車、駅までたどるとこんなすごいことになってます。大きな交差点に遠慮なく伸びるレール、これは鉄道ファンならずとも思わず目が釘付けになるんじゃないでしょうか。なかなか見られない光景です。さらに驚きなのが4両編成の普通の電車が通ること。路面電車といえば1両か2両のイメージなんですが、普通に長いです。このまま京都市営地下鉄に乗り入れていくので、そこでは当たり前の姿になるんですが、大きなカーブを曲がっていく姿、きしむ音、迫力満点です。これはずっと見てられる。無料で見せてもらっていいんですかっていうくらいアトラクション級の楽しさです。さてさて、すぐそこに有名な和菓子屋さんがあるので寄っていきます。1869年創業、明治時代から続く老舗です。看板商品の大津名物をいただきました。せっかくなので琵琶湖を眺めながらいただきましょう。はい、ワープしてきました。歩いてすぐに琵琶湖がある贅沢さ。いただきます。たっぷりのきな粉に包まれたというか埋もれている、岡本や見かけの動画で登場した安政堂さんを思い出します。そういえば動画を見てお店を訪ねてくれた方が多くて、とても嬉しかったです。さあお味は。つきたてのとろける柔らかさでもお餅の味はしっかり、そして抹茶とブレンドされたきな粉も甘すぎず絶妙な苦みと香りです。しまった、これは3本じゃ足りないと後悔するくらい美味しかったです。ごちそうさまでした。ではこの後晩ご飯なんですが、動画が長くなりそうなのでその様子はまたメンバーシップで。ホテルに戻って高層階から琵琶湖を眺めてのんびりして明日に備えます。で、暗。湖なので夜はそりゃ暗いですよね。ということで1日目終了です。おはようございます。2日目の朝です。今日も絶賛曇り。大津百丁で買ったいざという時用のおまんじゅうで気分を盛り上げます。うまい。
さて、今日は電車でちょっと移動して前から行ってみたかった建物に向かいます。あの大ヒット映画国宝のロケ地にもなった素敵な建物、楽しみです。ホテルを出てまたシェアサイクルで駅へ向かいます。これほんと便利。やってきたのは立派な JR ゼゼ駅ではなく、そのすぐ横にある素朴な京阪電鉄のゼゼ駅。ゼゼ、響きが可愛いですよね。駅周辺もごちゃっとしていてなかなかいい感じ。ここはまたゆっくり歩いてみたいです。さあ、京阪電車に乗って今日の旅のスタートです。昨日見学料を払いたいくらい楽しませてもらった琵琶湖浜大津駅です。線路から道路に飛び出す瞬間、お楽しみください。自転車や車と共存しています。路面を走る電車ってなんでこんなにテンション上がるんでしょう。あー楽しい。ここでちょっと寄り道、三井寺駅で途中下車です。この駅も素朴でいい感じ。そうそう、駅から出るのにちょっと失敗しました。乗るときと降りるときで使う機会が違うみたいです。あたふたしてたら地元の方が親切に教えてくださいました。で、ここに来た目的は琵琶湖疏水を見るため。琵琶湖疏水とは一言で言うと、明治時代に作られた琵琶湖の水を京都へ送るための水路。以前京都の動画で取り上げたんですが、南禅寺の境内にある琵琶湖疏水の水路橋がそれはもう美しくて、それ以来琵琶湖疏水が気になってます。この水路が京都まで続いてるんですね。なんだかロマンがあります。実はこの琵琶湖疏水、観光船に乗って大津から京都までクルージングできるんです。なんですが、今年の春の運行はもう終わってました。運行は春と秋だけ。春は桜、秋はもみじのトンネルをくぐりながら大津から京都までのんびり楽しめるそうです。これは乗ってみたい。次の秋に期待です。駅に戻ってきたら大きなコロッケの文字が踊ってました。実はお店が開くのを待ってました。この駅で降りたもう一つの目的、お料理のリュウジ先生の YouTube をよく見るんですが、こちらのコロッケと牛串カツが登場して、それは美味しそうでつられてやってきました。まずはコロッケ、この音を聞いてください。揚げたてのサク、伝わりましたでしょうか。お肉の存在をしっかり感じる美味しさです。続いて牛串、踏切の音にかき消されてますが、こちらもサクッといい音しています。リュウジ先生の大興奮も納得。これは美味しいです。寄り道した甲斐がありました。大満足したところでもう一度電車に乗って次の目的地へ向かいます。三井寺駅から一駅、そして得意のシェアサイクルに乗って到着。こちらは琵琶湖大津間。1934年、昭和9年に建てられた旧琵琶湖ホテルの本館です。滋賀県で初めての国際観光ホテルとして誕生しました。昭和天皇をはじめヘレン・ケラーや川端康成などそうそうたる方々が訪れたそうです。ホテルは浜大津へ移転したんですが、取り壊しを惜しむ市民たちの声に大津市は保存を決定。
現在は市の文化施設として使われています。琵琶湖の景色にもよく似合っていて、これは残さないとですよね。ではじっくり堪能します。外観はしっかり和なのに、中に入るとモダンで驚きました。でも違和感は全くなくて、和と洋が気持ちよく混じり合ってます。ところでこの琵琶湖大津館、映画国宝のロケ地になったことでも話題になりました。劇中では歌舞伎劇場としての登場です。実はこの建物、東京歌舞伎座を手掛けた建築事務所による設計。そう聞くと白羽の矢が立ったのにも納得です。さて、館内にはレストランもあったので、ここでランチにしようと思ったんですが、残念ながらこの日は軽食のみ。普段はコース料理がいただけます。残念。でもせっかくなので軽くいただきました。軽くと言いつつデザートもしっかり満たされました。本格的なランチ、昨日食べ損ねたかりんとうまんじゅう、あとこの日はお天気がいまいちだったのでお庭も見送りました。全部まとめて次回へスライド。次の旅も忙しくなりそうです。大津の魅力、一度では味わいきれないボリュームでした。世界中から注目される京都のすぐそばにある超穴場、一度で味わいきれない魅力を持った大津を巡ってきました。決して派手じゃないけど、じわじわ魅力が染みてくる街、また来ずにはいられません。この動画を見て大津をじわじわ味わってみたいと思ってくれたら嬉しいです。今回訪れた場所は概要欄に載せているので、ぜひ旅のヒントに。最後までご覧いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録と高評価で応援してください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。寄ってきた。よいしょ。あひるちゃん、完全ぬいぐるみみたいやけど。
アヒルちゃん、うまうま草うま。ずっとアヒルちゃんって話しかけてたんですが、調べてみたらガチョウでした。ぐわぐわってしつこく鳴いてたのはアヒルちゃうって言ってたんですね。おー、持っていくの？どこまで持っていくの？草持っていくの？持っていった。